今回は有機 EL のゲーミングモニター KTC-G32P5 をレビューしたいと思います。有機 EL モニターって高額なイメージがあったんですけれども、その常識を覆したのがこの KTC のモニター。KTC は手頃な価格でハイスペックなモニターを次々と投入しており、長年にわたり大手モニターブランドの開発にも携わってきた実績もあるメーカー。単に安いだけじゃなく品質面での評判も悪くない。このモニターも32インチで 4K240Hz というハイエンドモデルで、機能もてんこ盛りで13万円前後で買えてしまうという価格破壊っぷり。今回は KTC さんから提供を受けてのレビューとなりますが、実際に私も2ヶ月ほど色々と使ってみて、ちょっとびっくりしているのも正直なところ。もちろん有機 EL ならではの弱点や気になった部分もありましたので、その辺も含め私が感じたことを率直にお伝えできればと思っています。それでは行ってみましょう。はい。それでは、使って気づいて良かった点、メリットから順を追って話をしたいと思います。まず、何はともあれ、やはり映像の美しさ。有機 EL の何がすごいって黒が本当に黒い。このモデルは白色有機 EL、いわゆる WOLED パネルを採用しており、液晶とは次元が違う映像表現を可能にしているのです。そもそも液晶パネルとは仕組みが全く違って、液晶モニターがバックライトの光をシャッターで遮って黒を表現するのに対し、有機 EL は画素そのものが発光するから光漏れもないし、黒を表現するときはその画素を完全に消灯できる。だからコントラスト比が150万対1というもはや無限みたいな数値になっているわけです。実際、ミニ LED の液晶モニターと並べてみるとその違いもよくわかる。有機 EL はとにかく黒が黒く、黒浮きがない。液晶はどうしてもバックライトにより白っぽい黒になってしまうのですよね。最新のミニ LED ではローカルディミングで黒表現を高めているとはいえ、ゾーン間の光漏れであるハロー現象は避けられず、暗い部分の表現ではどう頑張っても有機 EL にはかなわない。夜のシーンとか洞窟とか、有機 EL の暗い場面は黒いのに立体感があるし、より明暗のコントラストも際立っていると感じました。じゃあ明るい場面ではどうなのか。有機 EL って明るさや鮮やかさに弱いイメージがあったんですけれども、このディスプレイは想像していた以上に明るく、HDR コンテンツも非常に綺麗だと感じました。この辺のところはディスプレイ HDR True Black 400認証も取得しており、一昔前の薄暗い有機 EL パネルとは別物なのも明らか。もちろん HDR1000 超えのミニ LED 液晶に比べたら明るさは劣るのですけれども、明るさに頼らなくても綺麗なのが有機 EL。HDR じゃない標準的な SDR コンテンツでも綺麗なんですよね。HDR ってそもそもコンテンツ自体が HDR に対応している必要があり、作品によってその質にばらつきもあり、HDR をオンにすることで必要以上に眩しくなるって場合もあると感じています。その点、この有機 EL は明るさに頼らない表現力があるから、一般的な YouTube 動画とか HDR 見たようなゲームでも非常に美しく見える。そして私が一番驚いたのがノングレアパネルの反射の少なさですね。有機 EL って黒が深いため映り込みが目立ちやすいイメージもあったんですけれども、このモニターは反射が本当に少なく、電源を切った状態でも本当真っ黒なんです。ノングレア処理って表面をデコボコにして光を錯乱させるから画面が白っぽくなりがちなんですけれども、このパネル何も映ってない状態でとにかく真っ黒。ノングレアパネルなのに光の透明感にも優れているというわけです。実際暗いシーンで自分の顔が映り込んだりしないし、撮影してても部屋のライトが反射しない。机の上に黒が浮いている不思議な感じ。隣のモニターも後ろのモニターもノングレアパネルなんですけれども、並べてみるとやっぱり全然違いますからね。さらには有機 EL なので視野角も広い。斜めから見ても美しく、色の変化がほとんどないのもすごいなと。これほぼ真横からちょっとありえない角度で撮影してるんですけれども、この状態でも綺麗に見えるのがびっくり。まあカメラ越しの映像なのでちょっと正確には伝わらないのかもしれませんが、カメラ越しでも液晶のミニ LED とはなんか違うってのがわかるでしょう。これだけ綺麗だとゲーム映像を見てるだけでも楽しくって、この黒の深さと映り込みの少なさが相まって画面の中に吸い込まれるような没入感があるのです。正直これ使うまでは私はテレビでしか有機 EL を使ったことがなくって、ちょっとモニターで使うのはどうかなって思ってたんですけど、私の知ってる有機 EL とはほんと別物になっており、私自身の認識も大きく変わったんですよね。ミニ LED に比べて有機 EL がどうだってのもあるんでしょうけど、どちらかといえば有機 EL 自体の進化がすごい。一
一昔前の有機 EL に比べてだいぶ進化していると感じました。はい、続いてのメリットはゲーミング機能がてんこ盛りだということ。ゲーミングモニターとしては間違いなく高性能です。まず、有機 EL ならではの 0.03 ミリセカンドという超高速な応答速度。液晶パネルのファスト IPS と比べても圧倒的に速いです。この驚異的な応答速度により、画面の残像、いわゆるモーションブラーはほとんどなく、動きの速い映像でも滑らかかつ鮮明に表示してくれます。応答速度ってリフレッシュレートと混同されがちなのですが、リフレッシュレートは1秒間に画面を何回書き換えるかを表す数値。応答速度は画素の色が変わる速さを示す数値。どちらも速ければ速いほど映像の視認性と追従性が向上し、両方が速いことでより快適な視聴体験が得られるのです。例えば応答速度が遅い液晶では、リフレッシュレートを速くしても動きの速い映像で物体の輪郭がぼやけたり、尾を引くような残像が見えることがあるのですけど、この有機 EL ではピクセルがほぼ瞬時に切り替わるため、クリアでブレのない映像が視聴できる。特に動きの速いゲームではその差も顕著に感じられます。で、リフレッシュレート性能も高いのがこのディスプレイ。4K 解像度で 240Hz。さらにデュアルモード機能も搭載しており、フル HD なら 480Hz で表示することも可能です。普段は 4K240Hz の高精細画面で楽しんで、FPS ゲームをやるときだけフル HD の 480Hz でヌルヌルにゲームプレイしても良い。しかも21インチ、24.5 インチ、26インチ、27インチと画角を調整できるアスペクト比モードという機能もついているんです。32インチではでかいって時に 24.5 インチにしてなんなら 480Hz にすることもできる。もちろん VRR、カフェンリフレッシュレートのアダプティブシンクに対応しており、AMD フリーシンクプレミアムと NVIDIA の G-Sync コンパチブルをサポート。描画フレームとパネルのリフレッシュを同期させることで、ティアリングやカクつきも防いでくれる。有機 EL って美しさだけでなく応答速度も速いし、それに加えてこのモニターの高リフレッシュレートと VRR 対応が組み合わさることで、とにかく滑らかで綺麗な映像でゲーム体験ができるってわけです。そしてゲーム機を接続するための単種類の充実っぷりも素晴らしい。HDMI 2.1 が2ポート、ディスプレイポート 1.4 が1ポート、さらに USB Type-C までついてて、これもディスプレイオルトモード対応で 65W 給電も可能。HDMI 2.1 は 48Gbps の帯域幅があり、4K240Hz もフルで使えるんですよね。ディスプレイポートじゃないと高リフレッシュレートが出せないモニターも多い中、ディスプレイポート1台、HDMI2 台、さらには USB-C も使って4つのポートすべてで 4K240Hz が出せるのです。ゲーム機って HDMI にしか対応してないデバイスも多いですからね。PlayStation 5も Nintendo Switch 2もどっちの HDMI に挿しても映像の美しさを最大限発揮できる。あと、付属品のケーブルも豪華で、ディスプレイポートケーブル、USB-C ケーブルだけでなく、HDMI 2.1 に対応したウルトラハイスピードケーブルまでついている。これ地味にありがたいですよね。ちなみに KTC でおなじみのキャリブレーションレポートも同梱されていまして、出荷前に1台1台個体ごとに色調整して、この個体はこういう調査結果でしたよってちゃんとチェックした証明書がついてくるのも素晴らしいと思いました。はい、続いてのメリットはリモコンがついてるってこと。これ使ってみて気づいたんですけどめちゃめちゃ便利です。ゲーミングモニターって設定をいじることが多いんですよね。ゲームごとに画質調整したり、HDR のオンオフしたり、入力操作を切り替えたりとか、本体裏にあるボタンを手探りでポチポチと押さないといけない。モニターの裏に手を回して必死に設定するあのめんどくささ。それがこのモニターなら全部手元のリモコンで済んでしまうのが最高なのです。音量の上げ下げ、入力ソースの切り替えはもちろん、ゲーミング設定用の専用ボタンもあるし、HDR 切り替えボタンや KVM 切り替えボタンまでもついている。有機 EL モニターってパネル保護の設定も多く、ピクセルシフトとかスクリーンセーバーとかリフレッシュ機能とか焼き付き防止の設定が色々とあって、これらも全部手元のリモコンから操作できるってのも素晴らしい。特に定期的に表示されるピクセルリフレッシュを実行しますかっていう警告。これもリモコンでさっとキャンセルできるし、この警告を出ないようにリモコンを使ってオフにもできるのです。あと、モニターの電源を手元でオンオフできるのも便利。席を離れる時とか人が来た時にパソコンをスリップせずに瞬時に画面をオフにできる。こういったゲーミングモニターって高性能で多機能すぎるゆえに設定をいろいろいじってみて初めてわかることも多いので、そういった意味でも気兼ねなくリモコンでいろいろと試せるってのが素晴らしいのです。
ちなみにこのリモコン、赤外線センサーで動作するリモコンなので、学習リモコンに登録することも可能です。ネイチャーリモとかスイッチボットみたいなスマートリモコンと組み合わせれば IoT 機器としても使えるようにもなる。スマホから操作したり、音声操作したり。リモコンをデスクに置かなくても良くなるっていうのもあるけど、リモコンも増やせるので、あっちでもこっちでもリモコンで操作ができるようになる。何にせよ遠くから操作できるっていうのが便利だと感じました。はい、続いてのメリット。ゲーミングモニターなのにゲーミングモニターっぽくなくて、ディスプレイのデザインがとても良いです。まず、ベゼルがめちゃめちゃ細い。上も下も下側も薄くてスリムでスマート。フロント側には KTC のロゴすらもなく、メーカー名が全くわからないってのも個人的には嬉しいポイント。メーカー主張しないデザインが良い。メーカーロゴは背面にあってゲーミングモニターらしく光るんですけど、これも消灯できますからね。スタンドの機能も優秀で、高さ調整はもちろん、チルト調整で上下に角度も変えられるし、スイベル調整で左右15度ずつ回転もできるし、スタンドの脱着もワンタッチでできるようになっています。ケーブル管理もよく考えられてて、スタンドにはケーブル固定用のホルダーがついているし、ケーブル差し込みが下向きなので壁にベタ付けもできる。それでいて差し込み位置の部分だけ凹んでいるから、前から見ても下から配線が見えない仕組みになっている。そして32インチなのに薄くて軽いのが最高。横から見たらペラッペラの極薄であり、パネルだけだと5キロ未満という軽さ。この軽さと薄さはほんとびっくり。持つのに気を使うほどに薄いです。私はスタンディングデスクとモニターアームを使っているので、とにかくモニターは軽いに越したことはない。デスクへの負担も少なく、モニター位置の調整も楽々。ゴツゴツしたいかにもってデザインじゃないから作業用デスクに置いていても美しいし、ベゼルも薄いから本当に映像だけ浮いているように見えるんです。電源オフの時も反射せず、パネルが真っ黒でかっこいいんですよね。真っ黒なパネルってだけでより高級感のある見た目にもなるんだなと感じました。はい、続いてのメリットは仕事用ディスプレイとしても優秀だということ。ゲーミングモニターって聞くとゲーム専用みたいなイメージがありますけど、このモニターは実は作業用モニターとしても非常に便利に使えます。まず便利なのが USB Type-C 接続。ディスプレイオルトモードだけでなく 65W のパワーデリバリー給電にも対応しているので、MacBook やミニ PC なら USB-C ケーブル1本挿すだけで作業環境が整います。ノートパソコンへ充電ができて USB ハブとしても使える。それでいてディスプレイオルトモードはディスプレイポート 1.4。例えば M4Mac なら Type-C ケーブルで 4K240Hz 出力もできるのです。そしてこのディスプレイには KVM スイッチ機能までもついているんですよね。ディスプレイに USB 接続したキーボードやマウスを複数のコンピューターで共有して使えるから Windows と Mac を併用している私にも最高。以前は USB 接続タイプのスイッチを使ってたんですけど、これ置く場所も困るし、やっぱり手を伸ばしてボタンを押す必要がありましたからね。このモニターは手元のリモコンで手動切り替えもできるし、自動切り替えにも対応しています。で、特に仕事に向いているなと感じたのが、無限とも言えるコントラストの高さ。バックライト不要の有機 EL は目の負担が少ないと感じました。有機 EL って文字のぼやけやテキストフリンジの問題があって、正直仕事用には懐疑的だったんですけれども、このディスプレイは文字もとても見やすいと感じたんですよね。特に有機 EL はバックライトがないってのが大きい。黒が完全に消灯するから眩しさも減り、眼性疲労も少なくなるんじゃないかなと。中でもダークモードとの相性は抜群で、黒背景の作業でハロー現象が全く気にならなくなりました。光の漏れがなく、ぼやけや滲みもないから見やすさが結構違う。モニターを暗くしてもハイコントラストでしっかりと見えるし、フリッカーフリーに高リフレッシュレートに低遅延。有機 EL はオート速度も速いから、スクロール時の残像も少ない。ちらつきやカクつき、残像感が眼性疲労につながるのは間違いないとも思っています。あと、高品質なノングレアパネルの影響も大きいんじゃないかなと。私は光の映り込みが苦手で間接照明で作業することも多いのですが、このモニター明るい部屋でも反射しづらく、白っぽくならないのもすごい。極薄パネルだけど、モニターライトもちゃんと取り付けられますからね。また、視野角も広いので、マルチディスプレイ環境でも見やすい。液晶のミニ LED と比べると、斜めから見た時の光の漏れ具合も全然違うのです。まあもちろん目が疲れる原因って人によって違うし、綺麗に見えることによるプラセボ効果かもしれないのですけど、少なくとも一般的なオフィスワークでも十分使えるってのは間違いないと思いました。はい。
最後のメリットは何といっても価格の安さ。同等スペックのライバル製品と比べると圧倒的に安いです。同じクラスの有機 EL モニターって20万円前後しちゃうのですよね。それが KTC なら定価で14万円台。セール時なら12、3万円ほどで購入できてしまうのです。この辺はさすが価格破壊の KTC といったところでしょう。それでいて他社にはない機能も多い。フル HD480Hz のデュアルモード、アスペクト比変更モード、65W パワーデリバリー対応の USB-C、KVM スイッチ機能にリモコンまでついてこの価格なのです。で、さらには3年保証までついており、有機 EL の焼き付きまで保証対象となっています。ミニ LED で安いモニターは他社メーカーでも多く登場してますけど、有機 EL でこの価格、この性能って他にないんじゃないかなと、ゲーミングモニターとして優秀であり、作業用モニターとしても使える、仕事でも遊びにも使えて、約13万円って価格なら全然ありだと思いました。はい、ここからはデメリットについても触れておきたいと思います。まず一つ目は有機 EL の宿命である焼き付きリスクです。有機 EL って同じ画面を表示し続けると、跡が残ってしまう可能性があるのですよね。いくら以前より焼き付きがしにくくなっているとはいえ、これは有機 EL の宿命であり、気にせず使えるかといえば難しいでしょう。この辺のところは長期間使ってみないと何とも言えないのですが、こういうことを気にしながら使わないといけないってのもデメリット。今まで通り何も気にせず使いたいなら、やはりミニ LED という選択肢になるのかなと。有機 EL は明るさという点においてはミニ LED より劣るし、明るくしようとすれば発熱もしてしまうので、より焼き付きやすくなるというリスクもある。明るいリビングで使うとか、HDR の明るさや鮮やかさを重視するなら、ミニ LED の方が向いているのかもしれません。ただ、このモニターは焼き付き防止機能も非常に充実しています。定番のピクセルシフトやスクリーンセーバーは当たり前についており、人感センサーまでもついているんですよね。ディスプレイの下にセンサーがあって、席を離れると自動で画面をオフにしてくれる。これ地味に見えて結構革命的に便利な機能です。電源操作のストレスから解放されるってのもあるし、省エネにもなり焼き付きリスクも減る。スタンダードに設定すると、ちょっとデスクから遠ざかるだけで電源オフとなり、遠いに設定した場合はディスプレイから見えない位置、約2、3メーターくらい離れると電源がオフになります。どちらも席から離れて約30秒くらいで自動的に消えて、戻ってくると約1、2秒で復帰してくれます。ほんと席ついて一息つく間もなく復帰するので、思ったよりも早いです。そしてもう一つの保護機能がピクセルリフレッシュ。画素の不均一やノイズを補正してくれる画面クリーニングみたいな機能ですね。連続使用3、4時間くらいでピクセルリフレッシュを実行しますかって警告が出るのが有機 EL あるある。これ20秒放置しちゃうと自動的に開始されて画面も真っ暗になっちゃうんですけれども、このモニターはリモコンがあるから即キャンセルできるのも良いのです。有機 EL モニターを使う以上、ピクセルリフレッシュの問題はついて回るわけで、有機 EL を使うならリモコンは必須だなとも感じました。はい、続いてのデメリットは FPS ゲームで32インチがでかいってこと。FPS って24インチが主流であり、画面全体を視界に収めながら近距離でガン見するっていうスタイルは32インチでは難しいのですよね。そのためこのディスプレイには画角を調整できるアスペクト比変更モードがあるんですけれども、これもちょっと注意が必要だと感じました。21インチ、24.5 インチ、26インチ、27インチとサイズを変更できるんですけれども、画面を小さくするほどに解像度も下がってしまうのです。例えば21インチモードにすると 2560×1440 の WQHD 解像度となります。デュアルモードではさらに解像度が半減し、1280×720 の HD 解像度となる。つまり21インチでフル HD480Hz プレイはできないってこと。せっかくのデュアルモードも32インチのフル HD だと画質が荒すぎるし、かといって画面サイズを下げたら解像度も下がって、デュアルモードでさらに解像度は半減するから、結局ドットが潰れてディティールが悪化するという。21インチで 720p の 480Hz が使えるってことに魅力を感じるのであれば良いのですけれども、私はちょっと勘違いしていたし、正直ここまでして32インチで FPS をやるのかってのはある。あくまで32インチをベースに使うディスプレイだということ。24インチでも使おうと思えば使えるよって考えておくくらいがちょうど良いんじゃないかなと。競技 FPS が目的なら、最初から24インチなり27インチで高リフレッシュモニターを選んだ方が幸せなんじゃないかなとも思いました。はい、最後にデメリットまではいかないまでも、細かい部分で気になる点もさっくりと。
まず、中華モニターあるあるなんですけれども、メニューの日本語がちょっと怪しいです。機能自体は問題なく使えるんですけれども、何の機能なのか理解するのに時間がかかりました。あと、ベソマウント規格が 75mm で 100mm ではありません。取り付け部分も凹んでいるので、付属のスペーサーをねじ込む手間がありました。スピーカーは 5W×2 のステレオで、モニター内蔵としては悪くないんですけれども、低音は弱いし、この画質を見ちゃったらスピーカーも別で欲しくなると思います。そして AC アダプタがでかいです。240W と消費電力が大きく、アダプタも巨大です。一応実際の消費電力も計測してみましたが、普段は 4,50W くらいで、USB-C 給電を使うと一気に 100W くらいまで跳ね上がります。まあハイスペックモニターなので電力云々の話は仕方ないですね。はい、最後に27インチの有機 EL モニター G27P6S との違いについて。この KTC の有機 EL モニターには27インチのモデルもあるので、32インチと悩む人も多いと思います。というわけで、ざっくりとスペック比較をまとめておきました。どちらも有機 EL パネルで 240Hz の高リフレッシュレートってのは変わらず、主な違いはディスプレイサイズと解像度。32インチが 4K に対し、27インチは WQHD。27インチもディスプレイ HDR、True Black 400認証を取得しており、私がパッと見る限り、映像の綺麗さはほぼ同じ。パネルとかもおそらく同じなんじゃないかなと。ただ、機能面では結構違う部分が多くて、27インチモデルは 480Hz のデュアルモードには未対応。リモコンもついてなくて人感センサーもありません。で、27インチの価格は約10万円ほど。セール価格で約8万円といったところ、3年保証付きで27インチもコスパは悪くないのだけど、正直32インチモデルに比べると、そこまで魅力的だとは感じませんでした。確かに3から5万円ほど安いんで、悪くはないんですけれども、32インチモデルが全部入りすぎるってのがある。画面サイズと解像度が上がるだけでなく、より多機能になってますからね。32インチで27インチモードにしても良いし、やっぱりリモコンがないのが痛いです。リモコンの便利さに慣れてしまうと、ちょっとリモコンがないのは嫌ですね。有機 EL を使うなら、間違いなくリモコンはあった方が良いですから。もちろん少しでも安く済ませたい人はいるはずだし、物理的なサイズの問題で27インチの方が良い人もいるでしょう。27インチのスタンドはピボット対応で縦置きも可能。デスクシェルフを使っている人なら、物理的にも32インチはでかすぎるし、少なからず圧迫感もありますからね。ただ画面サイズに関してはデスクの奥行きとの兼ね合いもある。私の友人は32インチでゴリゴリ FPS ゲームもやってますし、視聴距離が適正なら、サイズはある程度融通も効くわけで、デスクエクステンダーとかで視聴距離を調整しても良いとも思っています。私はディスプレイとキーボードでデスクを分けたりもしてますし、そもそもデスクの上に PC を置く必要がないってのは以前の動画で申し上げた通りです。結局のところ FPS をメインで考えるかどうか、いろいろなゲームをやったり、動画視聴したり、仕事で使ったり、マルチに使いたいなら32インチの方が汎用性が高いし、機能面でのコスパを考えても32インチに軍配が上がるとも思いました。はい、最後にまとめです。有機 EL モニターってあんまり良いイメージがなかったんですが、今回 KTC のモニターを使ってみて、私の知っている有機 EL とは別物に進化していると感じました。一口に有機 EL といっても、数年前のものとは全然違う。応答速度はさることながら、明るさも改善されているし、焼き付き対策も充実。ノングレアパネルの質も向上しており、反射を抑えながら、これだけクリアな映像を表現できるのはすごいなと。少なくとも KTC に関しては安かろう悪かろうでもないですからね。むしろ機能がてんこ盛りであり、480Hz のデュアルモード、21インチや24インチへのサイズ変更モード、65W パワーデリバリー対応の USB Type-C、KVM スイッチ機能も搭載していて人感センサーにリモコンまでもついている。それでいてパネルは極薄でベゼルレス。デザインも洗練されており、いわゆる中華モニター的な安っぽさがないのがとても良い。これだけのハイスペックなモニターが約12、3万円ほどでしかも3年保証もついている。有機 EL モニターとしては間違いなく格安であり、他社では真似もできないんじゃないかなと。まあ今まで綺麗だと思っていたミニ LED のモニターなんですけれども、ちょっと有機 EL で揃えたくなってしまってる自分もいますからね。本格的なゲーミングモニターとしてだけでなく、仕事用ディスプレイとしても悪くないんじゃないかなと思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。